4個が8回で、こちらジャグです。流木脇の2本割ってるから、ちょっと今素手をかかる。はい。ちょっとこう流れ着いた流木シリーズ。例えばこう対比がさ、この石は多分もうね何十年もここにいていろんな装備についてるけど、この流木はね多分今流れ着いてきてまたいずれどこかにこう増水で動いてる、常に動いてる木には石の手がつかないから、この手がついてるものとついてないものの対比みたいな。でも前回の20で作ったこの水槽が、このコンセプトの作り方なんだけど、この世界をさらに広げようかな。で、流木はね、こう使ってみたい、このイカみたいな、周りのちょっとこう茂らせる部分にブランチウッドのちょっと XL サイズを使って少し作り込んでしていきます。かわいいですね。で最初のこの石たちは、でかい石は苔巻かないけど、小石とかに巻いてちょっといつものパターンで増やしてる、いきなりちょっと8回でかいの入れるんで、じゃあここまで入れて、そっちのマットをしたらいいよ。この向きがそのままいきます。したらちょい小石、拳ぐらいのちょっと石を何個か、この子の背中にちょっと入れたいんで、この辺に。入れる。あっちが前で。ちょっとそれももうちょい前、そこごめん。全然一緒。流木が結構でかいから、これ基礎構造なんで、これにもうちょっとはめていきたいんで、芯にこう火が流れ着いてきて引っかかった。ここの今骨格を作ってる石には苔、色もたくさんつけるんですけど、流木には全くつけないんです。今じゃぐれてる凹凸のところに小石仕込むと、モスの巻いた小石を仕込むとそこから広がってくると思いますし、
あと巻きそうなところに巻いちゃいます。それぐらいでいいよ。この砂地のガレ場のところとなんか岩があんまり水が流れて柔らかい水が流れてるから砂も溜まってるけどこっちは全部流されてる。ジャラ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 入れまくっていい？ここ上げちゃっていいぐらい。はい。で今まだ木の質が似ちゃってるからこれとこれが同化してるんだけど全く違う世界になるんですね。このブランチとこいつは同じ流木水槽の中に収める流木でも苔の巻き方とか中継植物を発着させるさせないと全く違う使い方になってるし、だからそこからこの辺までジャラジャラ来ていい？この辺からそうそうそう白海石とかジャグレストーンに流木合わせると結構難しくて、ジャグレとかこの形質をちゃんと見てこうくぼみのところに流木をしっかりこうデコボコのデコとボコを判断してはめないとやっぱり管理してる時とかにどうしても流木が動いちゃうんで、今まだ仮組みで置いてるだけなんでここからしっかり本固定をしていこうかなと思います。こいつをもうちょいだけ後ろに落としたいんで、でもいけるか。後ろに石入れればいけるかも。この辺さ、ちょっとそうだね、この辺になんか入れれればちょっと仮で水一回張ると隙間にどんどん石が落ちてくるんですけど、こうちょっと多めに、今だとちょっとなんか雑でなんかただかけただけに見えるんですけど、水張るとねすぐに隙間に落ちてって綺麗に収まってくれるんで、これやるかやらないかでやっぱりネイチャーアクアリウムって基本的には長期維持するので後々の管理の手間が変わってきます。今一回ガレ場を巻いてからそのガレ場に巻いてるんだけど、苔石とか散水石みたいなのを巻いておくパターンもあるんだけど、このガレ場の中においてそれやっちゃうとなんか異質感が出るというか、こう巻いてないところのこの質感とかがね出なくなっちゃう。なるべく同じ素材で巻いたもので、逆にこういう石の上とかに苔つけたい時はやっぱりこの丸いジャグレーストーンとかに転がっちゃうので、そこは平石のリシアストーンとか散水石のちょっと平たいものを使って置いていたりで、この親石とかもともとつけたい石発着した時点でその小石を取っちゃうとしっかり苔にそのまま着生する。
単色とミックス両方使うんですけど、単色の置き方も前後にこう空気を使いながら、例えば現象とマニプールを横に置くんじゃなくてこう縦に使うことで、こう上がってきてトリミングを重ねた時にこう色の混ざり合いがグラデーションとして表現できるかな。単色なんですけど完成品はちょっとミックスっぽい世界観になるかなと思います。新しいラインナップでバーウナリとかマニプール、あとグリーンレッドですね。まだあんまり作例として作れてないんですけど、赤系ミックス最初置いてきます。ミクサーを置く時のポイントとしては、ちょっとこう土の中に玉を埋めてあげるように置くとすごくその後の発根が良くなるので、玉の大体半分ぐらいですね。それで軽く最後にソイルで周りを覆ってあげると根張りが早いです。やっぱりミクサーが一番有形層を使う上では上がりが早いので、水蒸油からぐっと水中油に切り替わる時のスピード感っていうのはもうその水中油を入れるよりも気にならないぐらい早いので、11月末に、APLC のギャラリー開放が大体2ヶ月弱ぐらいしかないので、今回はミクサーでちょっとスピーディーに制作できればなというところですね。ブランチウッドを今3本使ってるんですけど、ある意味ここにまず重心が出来上がってるんですよね、構図の段階で。なのでこの、流木のそれぞれ近くの部分に赤系ミックスを最初に仕込んでるんですよ。でそこから徐々にこう黄色とか、薄い緑とかにこうグラデーションをかけていくだけで、その構図のバランス感覚にこうカラーリングがリンクしてくるというか、やっぱ強調したい部分にはアクセントを置いた方がすごく綺麗なグラデーションの配置になるので、今回札幌の時もそうだったんですけど、水草を、混ぜながらこう有形層のグラデーション群生美を作っていきたいなと思って。水蒸油の、ミクサーって水蒸油なんでなかなかイメージ湧きにくいんですけど、多分これが2週間3週間経って水中油に変わって大きくなってきた時にすごく答えが見えてくるかなと。育ててからの楽しみがミクサーあるので面白いですよね、使ってて。テンションいきます。ここまで主張強くないです。補正色のもう少しこうオレンジがかったような。葉っぱの形がちょっと丸葉っぽいので、フォルムのアクセントというか、色だけじゃないその葉っぱの大きさとか形で綺麗なグラデーションができる。なるほどですね。そもそも入れるかどうかってところがまず第一と、モスのこのモスの座布団みたいなもぐもぐしたところにこう流木が流れ着いてる感じしたいんだけど、ミクロ入れすぎるとそこの色モスのディティールがちょっと消えちゃうので、リアスが入れるとちょっと水が止まっちゃう感じがあるので、ちょっとミクロソリウムの、細い葉っぱのナロリとかがいいかなっていうことですね。
トリミングラインとしては一番低い位置がここです。中心から若干左の流木の切れ目ぐらいのところ、両サイドのアビクサは、グリーンレッドになってるんですけど、グリーンレッド結構ホックしてあんまりこう竹がぐっと伸びるホタルじゃないので、この手前のこの下茎のちょっと見えやすい部分、奥から手前のこの傾斜をしっかりカットしてあげて、ぐっとこう有形層の流れがつながるイメージできればなと思います。足元にはかなりこうミロモス仕込んでるんですけど、このミロモス、ピーコックモスとバルビエレ2種類入れてて、主にこの大きいちょっとピンポン玉より大きいぐらいのサイズがピーコックです。この石の上に置いてるモスはこれピーコックモスとあとバルビエレに混ぜてて、活着力の強さとしてはバルビエレの方が強いので、この、八海ジャグレの表面にどんどんモスが広がってきてくれるというか感じです。じゃあ注水します。この150センチの水槽、有形層がメインの水槽なんですけれども、約1ヶ月後にですね、IPLC のセレモニーが控えています。で、そのセレモニーに向けての最後のトリミングになる形ですね。この傾斜を作りたい面に対してハサミの切り口をこう当てるとすごくこう綺麗に手前の傾斜が作れるんですよ。カーブとかでもできるんですけど、カーブはどちらかというとこう繊細なこうトリミングの最後のライン決めたりとか、有形層一本一本積みたい時とかにすごく私は対応する感じで、全体をバッサリとこう面で切りたい時はショートストレートがすごくいいかなと思っています。水槽の顔って正面なんですね。正面から見た時に有形層の群生類がしっかりと出ている切り方が大切になってくるんですけど、それどうやって切るかというと、ここが頂点だとしたら、頂点から一番下点低いところまでのこの傾斜ですね。これを多分皆さんが思っているよりも結構きつく切らないと、この傾斜が甘すぎるとスカスカに見えちゃうんですよ。下茎がよく透けるっていう言い方するんですけど、それをなるべくそうならないように手前の傾斜を切ります。生姜を1センチぐらい積む。今回全体的にハサミ入れてるんですけど、左端だけはあえて今回入れなかったので、そこの入れないことでの成長差がこれから2週間ぐらい出てくるかなと。切った茎に関しては新芽を吹くことにエネルギー使うんですけど、切らなかった左端の有形層は手に伸びるようにエネルギー使えるので、うまくこう成長の差が出て、このラインが左上にちょっと上がるような形で仕上げようかな